皆さん、こんにちは。ゆりずマインドカフェのゆりです。お元気でしょうか？私は元気です。このポッドキャストは中級から上級の方に向けて、私が台本はゼロで雑談しながらタメ口で、おしゃべりをする、そんなコーナーとなっております。はい。今日はちょっと面白い話をしようと思っていて、夫が脱毛を始めたんだけど、そしたら急に肌の毛穴が気になるとか、俺って人からどう見られてるのかなみたいなことを言い始めて、面白いよね。ただ、これって女性がずっと気にしてきたことだなって思ってね。日本の女性の話ね。今日はその日本の毛事情について、夫とのそのやりとりを通して気づいたことなんかを話せたらいいかなと思っております。はい。まず、日本では女性の脱毛っていうのはかなり一般的なんだよね。昔から気にしていて、昔っていうのは、小学校とか、それぐらいから日本の女性っていうのは体に生えている毛について気にする文化があるんだよね。頭じゃなくてね、頭以外のすべての毛だね。腕とか脇とか足とかそういうとこね。一方で男性の場合はどうかっていうと、あんまり気にしてない人が多い。小学校とかだったら、よっぽど毛の濃い子供っていうのは、ちょっとからかわれたり、男性でもね、あるかもしれないけど、基本的に普通だと女の子と違ってそのままが多いかな。でさ、最近はそれがちょっと事情が変わってきていて、男性もやっぱり毛というのを気にし始める、そんな感じになってきてるんだよね。若い世代ではかなり意識していると言っていいでしょう。これはね、女性もよりそうなってるし、そこに男性が参入してきてるって感じかな。で、男性の場合、毛に関して言うと、髭はね、NG なことが多いんだよね。社会人になったら、大学までは許されると思うんだけど、社会人、もっと厳密に言ったら、就活が始まるときは、もうね、一般的な企業に就職したいのであれば、髭は必ず剃って、いわゆる清潔感というのを出そうねっていう風に教わると思う。で、私の夫はね、あんまり毛は濃くないんだけど、それでもやっぱりね、2日に1回ぐらいは、シェーバーで剃ってたんだよね。そう。だから日本の会社っていうのは髭が NG なところが一般的には多いかな。夫の場合もちょっと生えてたりすると注意されるんだって。ちょっと不思議だよね。それぐらい男性に関して言えば髭は厳しい。けどそれ以外の体毛、毛に関しては女性と違って社会的なプレッシャーはあんまないかなっていう感じだね。そう。で、そもそも毛の処理の仕方って日本だと、今は脱毛がかなり一般的になってきてるんだけど、それが一般的になる前までは、シェーバーで普通に剃るっていうのが普通だったんだよね。ただそれって毎回、伸びてきたら剃らないといけないじゃん。そう。で、今は脱毛が人気がめちゃくちゃある。で、その脱毛の種類は、だいたいね、わかんないけど、3つぐらいかな、3種類ぐらいかなと思っていて、1個は、家庭用脱毛器って言われるものだね。家で、こんな機械で光を自分で当てて脱毛するっていうのがある。で、もう一つは、エステサロンでの脱毛かな。エステサロンに行って、そこで、光を当ててもらうっていうのがあって、最後3つ目は医療脱毛って呼ばれるもので、病院で
脱毛してもらうっていう感じかな。脱毛っていう面で言うと、3つが今主流になっていると思うんだけど、それとは別にそういう脱毛せずに剃ったりとか、ワックスみたいなんでベリって剥がしたりとか、そういうのもあると思うんだけど、徐々に小さくなっていると思う市場がね、今はメインは脱毛になってきてるんじゃないかなって思うんだけどね。男性の場合だと毛がさ、結構太いじゃん。だからエステじゃなくて、医療脱毛の方が男性の中ではメジャーになってるんじゃないかなって思うんだよね。女性の場合は、昔はね、エステがめちゃくちゃ隆盛を誇ってた。人気があった。だけど、今はね、女性側も、医療脱毛がメジャーかな。大体その日本の毛に関する、市場の雰囲気はそんな感じかなって思うんだけど、そう、私はさ、家庭用脱毛器をこの前って言っても結構前かな、半年以上前に買ったんだよね。で、それはなんでかっていうと、私はね、大学生の頃に友達と一緒にエステサロンの脱毛に契約しに行ったんだよね。多分当時10万円ぐらいだったと思うんだけど、そうそう。それでもうね、だいぶね、ないとは言わないんだけど、ほとんど毛が薄いから、そう、今更医療脱毛するのもどうなのかなと思って、家庭用脱毛器をこの前買ってみたんだよね。そしたらさ、めっちゃ生えてこないんだよね。だから私はもう家庭用脱毛器で十分かなって思ってるんだけど、そう、それでさ、私が家庭用脱毛器使ってるのを夫は知ってるから、夫は髭を2日に1回ぐらいその時、毎回剃ってて、で、やっぱり大変なんだって。男性ならわかるかもしれないけど、毎日髭剃るって結構大変。日本だと毎日剃る人も結構多いんだよね。私のお父さんとかは毎日剃ってた。やっぱりさ、肌がさ、なんていうの、傷ついちゃって赤くなったりとか、たまにほんとごく稀にちょっと血が出てたりとかすることもあるよね。そう。それを私見てて、脱毛したらいいんじゃないかなって思ったんだよね。で、夫に言ってみたのよ。もし今後、髭とか、顎髭とか、口髭とかね、そういうのを作る予定がないなら、脱毛使ったら楽なんじゃないみたいな。脱毛してみたらみたいなことを言ったんだよね。そうそう。家庭用脱毛器だから、髭って太いから毛が効くかどうかわかんないけど、もしかしたら生えてこなくなっちゃうかもしれないから、いずれ髭を作りたい気持ちが出てくる可能性があるならしない方がいいと思うけど、みたいなことを言ったら、しばらくね、音沙汰がなくて、で、その後ね、やってみようかなっていうことを夫が言ったから貸したんだよね。そうそう。そしたらさ、本当に生えてこなくなって、髭がなくなっちゃってさ、そう、効くんだなって思ったんだけど、そうすると夫はすごく楽になったみたい。毎日のそういう一手間がなくなるから、その脱毛器を結構気に入ったらしくて、で、そしたらさ、自分がさ、やっぱそういうものを意識してるから、人の口ひげとか、他の毛とかも気になるようになったんだって。つまりどういうことかっていうと、周りの、先輩とか後輩とかの口元とかやっぱり見ちゃって、ひげさ、剃ってもさ、太いから跡が残る人もいるよね。つぶつぶの。それが嫌だなとか、その足とかそういうところも、ない方がいいんじゃないかなとか思い出したらしくて、そういうことをね。で、さ、やっぱそういう毛に関して気にし始めると、毛に関するいろんな情報に気づくようになるよね。
これは心理学でいうところの選択的注意っていうものが働いてると思うんだけど、どういうことかっていうと、インスタとかさ、見ててさ、ファッション系のものを見てると、ハーフパンツのズボンのね、モデルさんとかを見てると、20代とかそういう若い人向けの、写真っていうのは、日本では足の毛が生えてないのが多いんだよね。そういうのを夫はインスタでこう見てると、なんかやっぱない方が清潔感あるように見えるなって思い出したらしくて、そうそう。面白いよね、こういう心理変化って。で、足の毛も剃るようになったのよ。すごい変化じゃない？ 30 年間ずっとそういうことに興味なかったのに、髭をやったらいろんなとこが気になり始めてっていう、さ、面白いなって思うんだけど、でさ、それをし始めて、そしたら、足って範囲が広い上に、男性の場合は、太い人も多いよね、足の毛って。どうなったかっていうと、脱毛って、脱毛の機械を当てる前に自分で剃らないといけないんだけど、それをさ、ちゃんとその後保湿とかのケアをしてなかったら、みんなも経験があるかもしれないんだけど、赤くなるよね。赤くなったり、毛穴がさ、炎症を起こしちゃって、ポツポツなって、痒くなったりするじゃん？そう。それが、夫の身にも起きたのよ。でさ、ある時、こう、私がソファーに座って、なんかスマホを触ってた時かな、なんかにさ、ゆりちゃんちょっと相談があるんだけど、ってさ、夫が声をかけてきて、どうしたんと思って、何と思って、深刻だったの、すごく。すっごい深刻な感じで声をかけてくるから、なんだろうと思って聞いたら、それが相談内容だったの。なんか、足の毛剃ったら、今脱毛してるんだけど、なんかすごい赤くなっちゃって、これって大丈夫なんかなっていう相談だったのよ。可愛くない？なんかさ、私、その相談を受けたとき、中学時代のことを思い出したんだよね。で、どんな内容かっていうと、体育の時に、なんかね、女の子と二人になるタイミングがあったんだよね。友達の女の子とね。で、その女の子から相談を受けたのよ。で、その相談内容が全く夫と一緒だったの。つまり、その毛穴がちょっと赤くなってて、これ、ゆりどうしてるっていうのと、あとね、その子はね、剃った時に、その当時は脱毛っていうのはメジャーじゃなかったから、みんなね、剃ってたんだよね。毛穴が気になるから、これってなくなるんかなみたいな、そんな相談だったんだけど、夫とさ、一緒じゃん？なんか、女の子の場合は、本当小学校ぐらいからそういう毛を気にし始めて、もしね、毛が生えたまんまだったら、体育とかプールの時間が日本はあるんだけど、その時に、なんか見られて、後で噂されたりするんだよね。で、毛を剃るっていうのは道具がいるじゃん？だから、親が肌が傷つくからそんなことしなくていいって言っちゃうと、買えなくて、すごく恥ずかしい思いを結果的にしちゃう女の子っていうのは、小学校、中学校では普通にいたんだよね。剃って、で、子供だからさ、保湿とかもあんまりちゃんとしないじゃん？だから剃った後に、その赤くなったりとか、炎症が起きたりとか、痒くなったりっていうのは、当時の小中学校の女の子の間では、本当にね、普通にある悩みだったのよ。みんなが共有してる悩み。でさ、夫はさ、それをさ、30何歳かになってさ、ようやく体験してるわけじゃん。なんかさ、それがすごい面白くってさ、みんなはどうなんだろう。小中学校で毛に関して、なんていうか、その気にし始めるっていうのはあるのかな？日本独特の文化かな？女の子の場合はもう小中学校で気にし始めたら、そっからずっと毛に関しては気に
気にし続けるんだよね。そういうものなんだよね。体の毛っていうのは。女の子はね。私さ、毛に関して面白いエピソードはあるかな？なんかね、何個かあるんかなと思うけど、一個、はぁって思ったことを言うとしたら、昔付き合ってた彼が、なんかね、私の足について言ったことかな。大学生の時に、私はもうエステサロンで脱毛してたから、結構毛が薄くなってたんだよね。脱毛するとさ、毛の量も減ってくんだけど、毛自体もめっちゃね、細くて薄くなってくるのよ。やってる人は知ってると思うんだけどさ、そうそう。なんかね、遠目で見るとあんま生えてるかわかんないみたいな感じになるんだよね。で、私は太ももの毛はそうなってからあんまり反らないようにしてたんだよね。なんでかっていうと、反ると肌が傷つくから、それが嫌だったの。日常生活ではもう反らなくなってて、でさ、たまたま当時付き合ってた彼が私の太ももかなんかを見る機会があって、で、それで、なんて言ったと思う？なんて言ったかっていうと、って言ったのよ。えなんで足に毛生えてんの？俺、女の子の足に毛生えてんの。ほんと無理なんやけど。みたいなことをさ、言われたんだよね。みんなはこれはどう思いますか？なんて返事しますか？私はね、その時、めっちゃくちゃ、イラッとした。当時、めちゃくちゃさ、なんかわかんないけど、イラッとしちゃって、私はさ、関西人じゃん？だから、それを言われた瞬間、いやいやいや、自分の足見てみいや、と思って、私よりよっぽどケムクジャラの足して、こいつ何言ってんの？と思って。そう。で、瞬時にさ、こう、やっぱツッコミが入るじゃん？関西人だからね。頭の中でね。でも当時それそのまま言ったかもしれないけど。そうそう。でも変じゃない？彼がさ、毛が生えた状態をそんな感じで無理って言うなら、なんか、私もあなたの彼のね、足の毛も同じ基準でめっちゃ無理ですけどってなるよね。これは普通の感情だと思う。まあでも、当時の彼も別に、なんていうか、その悪気があって言ったわけじゃ多分ないんだよね。なんというか、当時はそれが普通の感覚だった。なんかね、男性が足とか腕の毛を剃ると、女っぽいっていうか、めめしいっていうか、何してんの？みたいな感じの空気感がまだあったのよ。毛を剃ってる人もいたけど、それは本当にごく少数で、毛を剃ったらキモみたいな価値観もまだあったから、そう、彼からすると、私のそのきついツッコミの方が変っていうか、なんかすごい驚いてたから、言われるって、まさかそんな風に言い返されるって思ってなかった顔してたから、ね、晴天の霹靂みたいな感じだったんだけどさ、でもね、なんかそういう一般的な常識はありつつも、私はちょっとね、なんか納得できなかったんだよね。言い方かな、彼の。そう。女性の場合はさ、そういう社会的なプレッシャーって、外見に関するプレッシャーって結構あって、まあ男性もあるかもしれないけど、女性の場合はやっぱメイクが代表的かなって思うんだけど、一歩外に出たら、ちょっと綺麗にしとかないといけないっていう社会的なプレッシャー。ね。これはメイクはめっちゃ日本はあると思うんだけど、そう、毛はさ、ちょっとデリケートな部分になってくるから、大人になるとあんまり表立っては言わないんだよね。とはいえ、なんか、身近な人には言われることもあると。そういう、なんでしょう。なんていうの？
そういうメイクは一歩外に出たら一気に社会的な圧があるけど、毛に関して言えば身内から言われる女性らしさ、女性は毛がないべきっていうちょっと変なプレッシャーっていうのが当時は女性にあったね。そう。その夫の可愛い深刻な相談を聞いて、私はその当時のこととか思い出して、すごいね、微笑ましいと同時に、羨ましくなったんだよね。それはなんでかっていうと、女の子は小さな時からそのプレッシャーを受けて育つじゃん。女性は美意識が高いよねって男性と比べてね、よく言われるんだけど、今回のこの毛のことで思ったのが、それってその女性だからじゃないんだなっていうふうに思ったんだよね。なぜかというと、夫も脱毛をし始めたら、くしくも毛に関する清潔感を意識し始めて、周りの男性の毛とか、自分の毛穴とか、足の毛とかね、急に気になり始めて、女性が小中学校で辿るプロセスと同じプロセスを辿ってるじゃん。だから、性別じゃないんだなと思って。文化とかその環境の影響で、女性は、男性と比べて清潔感を気にするようになるんだなって思ったんだよね。毛に関してね。これがすごい興味深いかった。みんなの国ではどう？毛に関して今日はめちゃくちゃ語ったんだけど、皆さんの国の毛の事情はどうだろうか。よかったら教えてください。コメントでね。じゃあ今日は以上になります。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。